大将ずっと焼いてますよ。どういう感じで。ここの門叩く時は壮絶でした。これをなんとかって言いながらちょっと甘い気持ちで入ったんですけど、奥深かったです。何でも高いからその高いのはい、ちょっとこれ2キロ入れるんですけど、隣も取りますね。いつも通りやりますね。はい。今からほんなら1時間半ぐらいかかると思います。心とか心臓とかハツとかね、いろいろ言ってる場所はこれでしょ。これなんですよ。で下書きもこれ一対になってくっついてるんですよ、全部。でこれをね一旦こう外すんです。で外して分けるんですよ。で肝は肝で煮込んで、でハツはまあ真ん中のこの血合いを抜いて、ほんで掃除してから掃除してからまだ煮込むんですよ。時間もかかるんですよ。ちょっと単調ですけど、これが延々続きます。だいぶ大きくなったけどね、心臓が肝も大きくなったっていうのは夏場どうしても餌食べへんの暑いからね、だから鳥って小さくなるんですよ。やっぱりストレスがあって小さくなるというか、もうストレスで死んじゃったりとかするから、ちょっと小さめで食肉にしてしまうんですけど、それをもう餌食べるようになったらやっぱり大きくなるんで、だから大きくなったら鶏肉も大きいし体も大きくなるから、肝とか心臓も大きくなるんですよ。でその頃が大体9月終わり10月ぐらいから、今から2月3月4月ぐらいまでは肝初いいですよ。ものはものすごく良くなります。この今大きさでもまちまちですけど、まだ今2ざる目ですけど5ざるあるんで、最初心臓するつもりなかったんですよ。まあでもついてるしと思って出したんですけどね。ちょっとでも今日の小さいですよ。一応気遣いながら持ってるんですよ。ギュッと握ったら潰れるから火もねすぐ潰れちゃうんで。僕がこれぐらいやなの感覚です。これ先代から教えてもらったもんちゃいますよ。もう僕らしか先代は生刺してあったんですよ。生刺すとね、時間かかるんですよ、焼くの。ましてや固まるんですよね。そうだからこっちの方が美味しいです。低温で火通しといてね、ある程度。もともとサラリーマンだったんですか？サラリーマンでしたよ。もうここの門叩く時は壮絶でした。もう嫁からも、これは怒られるけど、もう今は何も言うてないけど、子供が上の子が大学生やった時やったらお金いるでしょ、はい、そんな時に僕もう会社に行くの嫌だったんですよ物を作るの好きやったんやけど、管理職になって工場任されて工場の利益とかこう見るようになったんですけど、
もう見ててもやっぱり何が悪いんかっていうのはやっぱ会社のために頑張ろうとしてたんですけど、社長はまあそういうのあんまり分からん人やったから、だからもうそんなんやったらっていう形で、もう前営業行って取ってきたらええがないがあった瞬間に心がプツッと切れたんです。はい、でそれまではまあいつそういうことが起きてもいいように毎日ですよね、胸に退職願い持って仕事行っとった。それ嫁には言ってたけど冗談は戻ったんでしょうね。でやめました。ある時それを言われた瞬間にもう社長と話してる最中にもう出す時来たな今やなと思って出しました。それおいくつの時ですか11年前ぐらいから、46ぐらいですか、46ぐらいに出したんですよ。でそこから壮絶でしたけどね、うまいこと言ったりいけへんかったりがずっと続いてたから、それはやったっていきなりうまいこといかへんでしょ。でももうその中でうごめいてました。もうここへ来るって決めてたんですよ。物を作りたいのに戻ったんですけど、僕は自分が物を作るのに多分それが好きやったんですよ。だからその作るの究極って飲食じゃないですか。美味しなかったら美味しいって言ってくれへんでしょ。それが美味しいって言ってもらえるような直接聞けるこの飲食がこれが一番やなと思ってで飛び込んで、で教えてもらって、この味自分でねやっぱりちょっと味がつかめなかったんで、これをなんとかって言いながらちょっと甘い気持ちで入ったんですけど、奥深かったです。アップみたいな浮いてたら入れてこれと入れ替えて、その頃にはこれだね。よし。次これ3番目です。いや半分きました。もうしんどいからね、もうもうなんか体崩しながら前掛けもできるだけ上の方かけてボットボトなんですよ。まあこんな感じですね。まあサンドイッチぐらいやったら揃ってるんちゃうかな。サラリーマン当初90キロぐらいこの身長でデブデブになったんですよ。でこれは体に悪いと思って、で1時間ウォーキングを始めようと思って1時間も歩かれへんかったんですよ。で歩かれへん体やったらあかんなと言ってウォーキング始めようから入って1ヶ月2ヶ月経って近くの山二条山とか桂木山登りに行って大峰山登りに行って最終的には富士山4回登ってます。4年連続 4コース登りましたね。僕365日中休んでる日が正月の2週間だけなんですよ。仲間は悪くないですね。いいかどうかは覚えといて。仲間は悪くないと思う。いいと言って、はい、仲間は悪くないです。この辺の地域の人はお盆とか正月はここの焼き鳥食べるのが日課です。だから正月前29、30、30日は売りに入りますけど3日間で1万本超えますよ。はい、だからもうその仕込みが12月やばいです。もう仕込みまくりですよ。売りが最終日はだいたい3000本4000本焼くから3000本4000本焼けないんですよ、荷台ではなかなか。だからもう6時半ぐらいから朝から晩の7時前ぐらいまでかな、7時ぐらいまでずっと焼いてるんです。ここのお父さんに教えてもらったタレの感覚を自分なりの形に変えて、でその形を全部人に教えれるように数字化したんです。ほんならその数字通り作って注意点だけ書いといたら誰でも作れるタレにしたんです。だからもう今はそれを教えてあげたら誰でも作れますけど、まだ僕以外知らないです。昔の作り方ではまだ今先代の娘さんいてあるから
それとお母さんいてはるんで、だから作れますけどね。でも新しい作り方では今僕しかいてない。だから引き継げるもんはいてないですね、誰も。先代は今どうしてあるんですか？お父さんは亡くなったから僕はこれ引っ継いだんですけど、もう娘さんとお母さんは辞められるっていう話で、あとあんたに亡くなられる4ヶ月前にお父さんと会うてるんです僕。その時にちょっと話あるってなって、ここ引き継いでくれへんかって話あったんか、そんな時は北本お父さんその時お願いしますぐらいの軽い感じで帰ったんですよ。4ヶ月後にお父さん亡くなられて、ほんで四十九日お母さんも気がつかはって四十九日終わってから僕どこ連絡来て「あんたに言うてたよな」ってなったんですよ。どうしようかだいぶ考えたんですけど、でそこから考えてやるって決めて、そのお父さんが亡くなられたその年の31日でお母さんが辞めて、でそこから工事が入って、で3月の春から僕が代わって始めたんです。で3年半ぐらい前ですね。してるから、そんなん嫌な感じなんで。お願いします。はい。大体にはなるんですけども、大体26.5ぐらいで、はい。はい。皆さんは昨日の東南林ほんならもうやっぱりそうそうそう。で向こうで繰り返してる。やっぱね。ありがとうございます。じゃあ5時頃でお待ちしております。はい、はい、ご予約ですかね。はい。
れ絶対あかんと思います。そう置いた時に飛ぶんで。だから赤かな。いいじゃんいいじゃん。あどうやろう。全部一回剥がしていいですか。ここで。他に16、23やるわって入れるわ。アルバイトじゃなくて社員で入られたんですか？アルバイトです。アルバイトなんですか？そうなんですよ。今も。今ちなみにはいくつだ？今年22です。大学4年の年。1年の時からもう働いてます。そんなめっちゃ近くはないんですけど、まあ40分ぐらいかかります。電車と歩き入れたら3、40分ぐらい。どうしてまたこの場所に？ネイルと髪の毛自由やったっていう最初はそれだけの今時です。それだけなんです。でも今年就職する予定やったんですけど、なんかやったらここ就職しいやみたいな言われて、まあちょっと考えます。オファーが。そうオファーいただいて。まあ面白いですね。面白いし、出会ったことのない感じの新しい人種みたいな感じですね。あ。35。35。これ4回いっとくわ。入れ物はどうなってんの？寝込んでんの？これ食べたい。めっちゃ嬉しいよ。そうなん。そうなんや。緊張してるな。緊張してる。20だよね。食べる。いやもうやったね。暑いね。やっ僕もあの辺行きますよ。ここコーナープロあるからね。だからそっか。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうって。ありがとうございます。昨日率おったやろ。あ、袋や。あ、袋。あ、熱い熱い。もっと来ない。言え。ありがとうございます。終わり。そうよ。だからお腹空いて帰ってくるな。あ、そうですね。
お母さん。赤色の赤色の傘の人。後半も。はーい。そう。かわいい。いらんの？食べへんの食べよ。あといいから。すみませんありがとうございます。おいしい。おっちゃんの唐揚げがおう、来たか。最高。来たね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。鶏がいいです。まず鶏がほんまにうまいです。で身もしっかりちゃんと刺さっててこの料金でしょ。だからほんまに来てる人が40本50本で注文来るんですよ。だから僕らは普通やったらね5本とか10本とかですけど来てるのがほんまに40本50本とかで来るから大将ずっと焼いてますから。だから僕らも東とかちょっと離れてるけどここまで買いに来るのがそれです。僕の知る人400本ぐらい注文してました。はい、ありがとうございます。これタッパーに入れてくれるんですよ。入れるっていうか110円かかるんですけど、これうまそうでしょ。いやうまそう言うたら怒らない。うまいんです。当たり前って言われますから。子供が好きなんですよね。んで、ほんで聞きました。金曜日は唐揚げを1個ずつ無料でこうやって寄って食べて帰るんです子供が。焼き鳥のおっちゃんになってますよ。第2弾来たで。来た。帰ってきた。うまっ。はい、終わり。お帰り。はーい。これ6回目。はーい。これ8回目。8回目。はい、6回目。はーい。髪の毛ないのにどうして？でも帽子かぶってたらさ、なんか自然に見えてさ、髪の毛あるように見える。ほんまか？焼き鳥10本とうちの揚げそで。じゃん。オスにはジョーちゃん刺さんやけど、オスにはこれぐらいある。ここの唐揚げ美味しいね。ここの唐揚げおいしいね。美味しいね。はい、みんないただきます。おいしい。あ、今日袋あれ。ここ置いとこうまっ。う。おいしい。おっちゃんの唐揚げは一番だ。おいしい。5時の感じです。こうやったら30分ほどで。日本からいいですよね。お買い物とかいつも取りしとくんで、はい、ありがとうございます。6。途中からなんか6。でもまあいいです。やらかした。どうぞ。うちでさんが燃やして。
やると思って聞いてたもんね、どの睡眠も2時間ぐらいですよ。ね、そうだから昼間寝かしてもらうんですよ。昼間ね、たまにこう寝かしてもらいますよ。ね。はい、20分ぐらい。15分から20分ぐらい。15分ぐらい。だから復活ですよ。だからしんどい、眠たいはあってもしんどいはないですね。お客さんが来てくれてね、美味しいと思ったらね、嬉しいじゃないですか。だからしんどいと思ったことはないですね。できております。会計はご一緒で入れてください。2720円します。11本と唐揚げとで1920円。何パーセントかな。はい、いいか。はい。いいですよ。はい、はい、大丈夫。ありがとう。めっちゃいっぱい買いました。そうや、いっぱい買ったからこだけどさ。ありがとう。お気に入りありがとうございます。ゆきごめん。はい。はい。当初から美味しい焼き鳥屋って僕らはまだ鳥坂ファンになった時には35年前ぐらいです。ここ来た時その時にもう一発ファンになった。こんな美味しいのないと思って、はい、ハマりましたね。だから僕もだからみんなにそう思ってもらえるね焼き鳥作りたいです。皆さんありがとうございました。お世話になりました。いえいえ、こちらこそ長い間どうもすみません。ありがとうございます。こんな感じで。失礼します。はい。ありがとうございます。